今回は、メッシュワークベンチの穴を閉じる、穴を塞ぐ、三角形を追加、コンポーネントの削除、スムージングについて紹介していきます。最初に穴を閉じるコマンドについて説明します。今、こちらに穴の開いたスケッチが用意されています。このスケッチを元にフェイスを作成しました。このフェイスよりメッシュを作成します。設定パネルが表示されたら、このまま OK を押して決定します。すると、フェイスはメッシュに変換され、モデルに追加されます。こちらのフェイスは、非表示にして作業を続けていきます。作成されたメッシュを選択して、穴を閉じるコマンドを実行してみましょう。ボタンを押すと、このような画面が出てきます。ここで、最大数以下のエッジを持つ穴を埋めると表示されます。規定値は3ですので、このまま OK を押してみます。この例では、該当する三角形の穴が閉じました。それでは元に戻し、もう一度行ってみましょう。このメッシュを選択して、穴を閉じるコマンドを実行します。今回は、エッジ数を4に設定して、OK を押してみましょう。すると今度は、すべての穴が塞がりました。このように、エッジ数を調整することによって選択的に穴を塞ぐことができます。次は、穴を塞ぐコマンドについて説明します。このコマンドは、メッシュを選択しない状態でも機能します。このボタンを押すと、三角形の印のカーソルとなります。これを穴のエッジに当ててクリックすると、穴が塞がります。このようにして、連続的に穴を塞いでいくことができます。このモードから脱出するには、右クリックして、穴埋めモードを解除をクリックします。次に、コンポーネントの削除について説明します。コンポーネントは、メッシュを構成する最小単位のことを言います。こちらのコマンドボタンを押すと、このような設定画面が表示されます。画面の上でコンポーネントの選択、下で解除を選択します。コンポーネントの選択には、領域、すべて、コンポーネント、三角形要素を選択があります。それでは領域を選択し、実行してみましょう。マウスでドラッグすると、このように領域を選択することができます。また、この領域に接触するコンポーネントが選択され、赤く表示されます。ここで削除ボタンを押すと、このように赤い領域が削除されます。それでは、元に戻しもう一度行ってみます。領域ボタンを選択しドラッグして、範囲指定します。選択領域を解除するには、画面下のボタンを使用します。例えば、すべてを押すと、このようにすべての選択領域が解除されます。また、選択のすべてをクリックするとこのようにメッシュ全体が選択されます。この状態で削除ボタンを押すとメッシュのすべてが削除されます。元に戻し、他のオプションを実行してみましょう。次に、反転について見ていきます。最初に領域を選択します。この状態で反転をクリックすると、選択領域と非選択領域が反転します。そして、これを削除すると、このような状態となります。元に戻し、次の説明を行います。次はコンポーネントです。こちらにコンポーネント数を入力すると、指定した最大面数よりも少ない面を持つすべてのコンポーネントが選択されます。例えば、こちらに50と入力してコンポーネントボタンを押してみます。すると、この面ではコンポーネント数が50以下であるので、すべてが選択されました。これがコンポーネントボタンの機能です。次は三角形要素を選択ボタンを実行してみましょう。この状態で面を選択すると、このように三角形要素を選択することができます。このコマンドは、部分的にコンポーネントを選択するときに使用します。同じように、
選択領域の解除も下の画面の三角要素の選択ボタンを押して解除を行います。そして、領域の選択が終わったら削除で完成します。逆に三角形のコンポーネントを追加することもできます。メッシュオブジェクトを選択した状態で、三角形を追加ボタンを押します。エッジの端点にカーソルを近づけると黄色に変色します。ここでクリックを行います。これを3箇所クリックしていきます。するとメニューが表示されるので、三角形を追加をクリックすると選択された三角形が追加されます。このようにしてメッシュに三角形を追加していきます。次は、メッシュのスムージングについて説明します。スムージングは、表面を滑らかにする機能です。最初に、対象となるメッシュオブジェクトを選択します。そしてスムージングボタンを押します。すると、このような設定画面が表示されます。スムージングの方法には2種類あり、タウビン法はメッシュの頂点の位置を繰り返し調整することで、表面の凸凹を滑らかにする方法です。またラプラシアン法は、メッシュの各頂点の位置をその周囲の頂点の平均位置に近づけることで、表面を滑らかにするアルゴリズムです。他のパラメーターとしては、タウビン法では、ラムダ変数。これはスムージング変数とも言われ値を大きくすると、スムージングの効果が強くなります。またミュー変数は安定化変数とも言われ安定性を制御するものとなります。この2つの変数の違いにより結果が異なってきます。ラムダが高くミューが低い場合は、メッシュは非常に滑らかになりますが、詳細が失われ、形状が歪む可能性があります。逆に低いラムダで高いミューの場合は、メッシュの元の形状が保持されますが、スムージングの効果が弱くなります。したがって、適切なラムダ、及びミューの値を調整することが重要となってきます。反復回数は、ラプラシアン法で影響を与えます。この回数が多いほど表面が滑らかとなってきます。それでは、タウビン法を選択し、スムージングを行ってみましょう。すると、少し表面に変化が見られたことがわかると思います。それでは元に戻して、もう一度行ってみます。メッシュを選択して、スムージングボタンを押します。今度はラプラシアン法で回数を多く設定して実行してみます。規定時は4回ですが、10回に変更して OK を押します。すると、このように少し滑らかな表面となりました。これがスムージングです。